ワールドウォー2疑惑にようこそ。第二次世界大戦でアメリカ軍の主力となった小銃 M1 ガーランド、史上最高の戦闘具とまで言われたこの銃、その開発の背景、戦場での活躍、そして後世への影響、重要なポイントを探っていきましょう。単なる武器っていうだけじゃなくて、技術と戦術を変えた存在と言えますね。その意義を解き明かしていきましょう。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。まずは M1 ガーランドが登場する前の状況からですかね。第一次世界大戦の塹壕戦を経験して、世界中の軍隊が歩兵の火力、これをどう高めるか、かなり頭を悩ませていたと。アメリカ軍ももちろん例外じゃなかったわけですね。はい、興味深いのはアメリカ陸軍のオーデナンスデパートメント、武器課ですね。ここは第一次世界大戦で塹壕戦を経験するより前から歩兵の火力を上げるっていう視点で半自動小銃に注目してたんです。将来の戦いでは兵士一人一人の発射速度、つまりは火力がすごく重要になるだろうと、そう見越していたわけですね。だからもっと速く、もっと多くの弾を撃てるライフルが必要だと考えられていました。だからこそ半自動小銃、セミオートマチックライフルが必要だと。これは単に新しい銃にするっていう話じゃなくて、歩兵の戦い方、戦術自体を変えようっていう、そういう大きな動きだったんですね。つまり戦術レベルでの変革を目指したと。でも半自動小銃の開発ってそんなに簡単なものじゃなかったんですよね。簡単ではなかったですね。特にアメリカ軍が使っていた3006弾、これかなり強力な弾薬でして、この強い弾薬の反動とかエネルギーをうまく処理しつつ、なおかつ戦場の泥とか雨とか、そういう過酷な環境でも確実に動く信頼性、これを両立させるのが当時の技術では非常に難しかった。それで1920年代にスプリングフィールドの造兵廠でいろいろな設計者が開発競争を繰り広げるわけですが、そこでジョン・ガーランドという人物が登場するんです。主役の登場ですね。彼の設計のポイントは何だったんですか？それは発射時に出るガス圧、これを利用して自動で次の弾、これを装填するっていうガス圧利用式のメカニズムです。ガス圧利用式。いろいろな方式が試された中で彼の設計が有望視されていきました。ただもう一つ大きな課題があって。と言いますと？弾薬をどうやって銃に入れるか、つまり球弾方式ですね。どうやって弾を込めるか。ここで確かジョン・ピダーセンという別の設計者が関わってくるんでしたっけ？そうなんです。ピダーセンはちょっと口径の小さい276という弾薬を使う試作銃で、弾薬をクリップにまとめたままガチャンと装填するエンブロッククリップっていう方式を提案したんです。これは弾薬のブロックごと素早く装填できるんで画期的ではありました。あれ？じゃあガーランド自身の最初のアイディアは違ったんですか？実はそうなんです。ガーランドが最初に考えていたのは、今でいう着脱式の箱型弾倉、マガジン方式だったんですよ。そうなんですか。じゃあなんでそっちにならなかったんでしょう？今の主流なのに。それがですね、1921年に当時の兵器局が出した要件で、着脱式のマガジンはダメ、弾薬は銃の中に保持する方式にしなさいって決まっちゃったんです。なんでまた？はっきりした理由はいくつか推測されてるんですが、一つは見た目とか保守的な考え方。でもより大きいのはおそらくコストです。全兵士分のマガジンを供給してそれを管理するコストっていうのはやっぱり無視できなかったんでしょうね。そうなんです。だからそのコストの壁が結果的にピダーセンが提案したエンブロッククリップ方式が採用される流れを作ったとも言えるんですね。なるほどな。で弾薬の口径も結局ピダーセンの 2.76 じゃなくて元の3006になったんですよね。ここでもまた大きな決定が、当時の陸軍のトップダグラス・マッカーサー、彼の、いわゆる鶴の一声が大きかった。理由はすでに大量に備蓄してある3006弾との互換性、それから生産ラインとか補給、兵站ですね、これを維持するっていう非常に現実的な判断です。ちょうど大恐慌の後で予算的にも非常に厳しかった。そうなんですよ。銃そのものの性能というよりはもっと大きな戦力的な判断、兵站とか経済状況が優先されたと。そういうことです。
それでようやくガーランドのガス圧利用式とピダーセン由来のエンブロッククリップ方式を組み合わせた設計に白羽の矢が立った。厳しいテストを繰り返してその信頼性が最終的に証明されたわけですね。そうなんです。でこの M1 ガーランドの特徴といえば、やっぱり8発入りのクリップを上から押し込んで全部打ち尽くすと、っていう音。空になったクリップが自動で排出されて、ボルトが開いた状態で止まる、ホールドオープンする。このピーンってことで敵にあいつ弾切れだってバレるみたいな話よく聞きますけど、あれって実際どうだったんですかね。実際の戦場の喧騒とか、もう凄まじい騒音の中ではほとんど問題にならなかったみたいですね。あ、そうなんですか。むしろクリップごとポンと入れて素早く次を装填できるっていう、その利便性の方が大きかった。なるほど。ボルトアクションだとせいぜい1分間に十数発ですよね。そうですね。それが M1 ガーランドだと、慣れない兵隊さんでも1分間に20発から30発。おお、熟練した兵士ならなんと60発も撃てたと言われています。60発。それはもう圧倒的な火力差ですね。そうなんです。対峙した例えばドイツ兵とか日本兵のボルトアクションライフルと比べたら、もうとんでもない火力のアドバンテージがあったわけです。いやー、それは脅威だ。パットン将軍が史上最高の戦闘具って言ったっていうのもなんかわかりますね。信頼性とか扱いやすさっていう点ではどうだったんですか？これもですね、適切な手入れ、つまり毎日の掃除とかちゃんとグリスを塗るとか、そういうことを怠らなければ驚くほど高い信頼性を発揮したそうです。ほうほう。作動不良はかなり少なかったと。ただ一つ注意点があって、はい。装填するときに親指を機関部に挟んじゃうことがあるんですよ。ガーランドサムって呼ばれるんですけど、うわー、痛そう。これは結構痛いらしいですね。慣れれば大丈夫なんですけど。なるほど。でも全体として見ればこの銃が戦術に与えた影響っていうのはやっぱりものすごく大きかったんでしょうね。まさにその通りだと思います。M1 ガーランドの、一番大きな功績というか歴史的な意義はですね、世界で初めて一般の歩兵全員に標準装備として半自動小銃を配備した。これによって歩兵分隊レベルの火力がもう飛躍的に向上したわけです。戦後になると M14 とか M16 とか着脱式のマガジンを使ったアサルトライフルが主流になっていきますけど、はい。でも歩兵全員が自動装填式の銃を持つっていうその考え方の有効性をこの M1 ガーランドがまず世界に示した。なるほど。その後の小銃開発とか歩兵の戦い方に決定的な影響を与えた。単なる命銃っていうだけじゃなくて戦争のやり方自体を変えた一丁と言ってもいいかもしれませんね。もし今回の内容を楽しんでいただけましたら高評価をお願いします。また最新の情報をお見逃しないようにチャンネル登録もお願いします。また次回別のテーマでお会いしましょう。